こんにちは、まいです。今回は家事を楽するためにやっていること20選をお伝えします。家事を楽にしたいなら、まずは物を必要以上に持たないこと。物が少なければ管理の手間も探す時間も掃除の負担も減る。それはこれまで何度も実感してきました。でも正直に言うと、私はかなりのめんどくさがり。減らした上でなお家事を楽にする方法を試行錯誤してきました。そんな私が普段から実践している家事を軽くする具体的な工夫をご紹介します。それでは行ってみましょう。まずは料理は積極的にサボるです。家事の中でも私にとってトップクラスで面倒なのが料理です。献立を考えて材料を買って調理をする。この工程が毎日続くのにはなかなか耐え難いものです。とはいえ毎日外食するわけにもいきません。そのため我が家では大人の食事は一品料理で済ませることがほとんどです。例えばポトフやビビンバなど野菜も一緒に取れる料理をよく作っています。見栄えはあまり意識せず、美味しさと手軽さを優先しています。また料理が楽になる調理器具は積極的に使っています。例えばストーブの鍋は材料を入れて火にかけるだけでお野菜もお肉もとても美味しくなるので、もう手放せません。最近は子供も少し大きくなったことや物価の高騰もあり、パックご飯を卒業しようと思って炊飯器を探していました。そこでホットクックでもお米が炊けると知り、レンタルして試してみることにしました。ほったらかし調理もできるので、我が家の料理事情に革命が起きるかもしれません。次は調味料は詰め替えないです。市販の調味料はラベルが派手だったりサイズもバラバラ。並べると統一感がなく、少しごちゃついた印象になります。すっきりさせたいと思った時、真っ先に浮かぶのが容器を揃えて詰め替えることでした。でもそこには詰め替え、容器の洗浄、乾燥という工程がついてきます。醤油や酒、みりんなど消費の早い調味料は毎回その作業が発生します。砂糖や小麦粉などの粉物は詰め替えた方が管理しやすいので続けていますが、ただ正直これだけでも面倒に思ってしまいます。そのためこれ以上増やすのは難しいと感じました。私は結局おしゃれですっきりよりも楽で雑多になりました。次は布巾は漂白消毒しないです。布巾を清潔に使うのは高頻度で除菌する必要があり、汚れたら漂白する必要も出てきます。めんどくさがりの私はやらずに放置してしまうのが目に見えています。そこでキッチンの油汚れや飛び散ったソースなど汚れが強いものを拭くときはキッチンペーパーやウェットティッシュを使うようにしています。
食器用クロスは食器を拭いた後にシンク周りの水滴まで拭き上げたら、そのまま洗濯乾燥機に入れて毎日洗っています。強い汚れはキッチンペーパーやウェットティッシュで処理するため、布巾に汚れが蓄積しにくく、漂白や消毒をしなくても回るようになりました。また、白い布巾はどうしてもくすみが目立ってくるため、最近は濃い色のクロスを選ぶようにしています。次はペットボトルはラベルレスを選ぶです。ペットボトルは飲み終わった後にラベルを剥がして分別する手間が発生します。この作業が面倒に感じることがあったため、我が家ではローリングストックしている水や炭酸水はラベルレスのものを選ぶようになりました。ラベルがないだけで剥がすという工程が最初から存在しないため、飲み終わった後すぐに分別できます。ゴミも減って一石二鳥です。並べた時に見た目がすっきりするところも気に入っています。次は換気扇フィルターでホコリと油を防ぐです。私は家事の中でも換気扇掃除がトップクラスに苦手です。ギトギトベタベタに蓄積した汚れを落とすのに毎回かなりの時間がかかってしまいます。そこでまず汚れないようにすることを意識するようになりました。普段は換気扇にフィルターを貼って汚れたら交換するだけにしています。年に一度だけ大掛かりな掃除をしますが、それ以外はとことんサボると決めています。次はシャンプーは詰め替えないです。調味料と同じようにシャンプーやトリートメントも詰め替えていません。ただこちらは調味料とわけが違います。シャンプー類はそもそも詰め替え用を使っているからです。それを可能にしているのが無印良品の詰め替えパウチ用吊り下げノズルです。これを使うと詰め替えパウチをそのまま吊り下げて使うことができます。ボトルに詰め替える作業がなくなるだけでなく、空ボトルを洗って乾かす手間もなくなりました。さらに吊り下げることでボトルの底のぬめり予防にもなっています。ただノズルが合う商品に限られてしまうため、使えるシャンプーやトリートメントが限定されてしまうのが唯一のデメリットです。それでも詰め替え作業がなくなる楽さは大きく、無印良品で揃えれば見た目もシンプルなので、我が家では長くこのスタイルが続いています。次はカビ・水垢は落とすより作らないです。カビや水垢は一度できてしまうととても頑固です。落とすためにこすったり強い洗剤を使ったりと大変めんどくさい汚れです。そのため私はできてから落とすのではなく、そもそもできにくい環境を作ることを意識するようになりました。水回りは水が飛び散ったままにせず、使ったらその都度拭き取るようにしています。お
風呂から出る時も浴槽がまだ暖かいうちに軽く掃除をして、蛇口や鏡、平面部分は水滴が残らないようにタオルで拭き上げています。さらに排水口には定期的にドメストをかけるようにしました。そして仕上げとして使っているのが防カビくんです。2ヶ月ごとに使っておくだけでカビの発生をかなり抑えられるようになりました。正直お風呂場の拭き上げだけは今でも少し苦痛に感じることがあります。ただこれをサボってしまうと水垢やカビが発生し、後から時間をかけて掃除することになる。そう考えると面倒な掃除を発生させない状態を作ることが結果として家事全体の難易度を下げることになると思っています。次はトイレ掃除は基本触らないです。トイレ掃除は家の中でもどうしてもハードルが高く感じる場所です。素手で触るのも気が引けるのと、便器の中を掃除したブラシを保管しておくことにも抵抗がありました。そのため私はできるだけ触らずに済む掃除の仕組みを作るようにしています。まず使っているのが便器に押し付けて使うスタンプ型の洗浄剤です。水を流すたびに表面がコーティングされるため、黒ずみができるまでのスパンを伸ばすことができます。スタンプが溶けきって次のスタンプをするタイミングで便器の中にドメストをかけてリセット掃除をしています。もし汚れが気になった時は除菌シートで拭き取るか、使い捨てのスポンジで軽く磨く程度です。こうしておくことでブラシでゴシゴシ掃除をする頻度を減らしながら綺麗な状態を保つことができています。次は洗濯機の洗濯かご化です。我が家では洗濯かごを使っていません。洗濯物を洗濯かごに入れるというワンステップをなくすため、脱いだ服はそのまま洗濯機にポイッと放り込み、お風呂上がりにまとめて洗濯機を回しています。洗濯が終わった後は乾燥までかけてそれぞれの収納場所へ。途中で洗濯かごを経由しないだけで動きがシンプルになりました。乾燥機がなかった頃もお風呂場に干していたので、もともと洗濯かごは持っていませんでした。大きい洗濯かごがなくなることでかごの出し入れがなくなる上に空間も広くなって一石二鳥でした。次は洗濯物は畳まないです。私にとって畳む作業は数少ない好きな家事の一つです。ただそれが毎日の義務になった瞬間、ストレスを感じてしまい、家に寝るためだけに帰るような余裕のない暮らしをしていた頃は、畳まれない洗濯物が積み重なっていくのが当たり前の光景でした。今では食器拭きのクロスなどはきれいに並べるのが好きなので畳んでいますが、それ以外は基本的に畳まなくてもいいようにしています。私と夫の下着や部屋着はそれぞれのボックスに分けてそのままポイ。きれいに畳まず放り込むだけにしています。また、もともとシワになりにくい素材の服を選ぶことが多いので、細かく整える必要もあまりありません。
洋服類も乾いたらそのままハンガーにかけて収納しています。畳みたいものは畳むけれど、それが義務ではない環境はとても心地よく感じています。次は日頃の掃除はウェットティッシュです。以前は軽い汚れに対してアルコール除菌スプレーをシュッシュとかけてキッチンペーパーやマイクロファイバークロスで拭いていました。ふとこれってウェットティッシュで拭いているのと変わらなくないかと気づいてからはウェットティッシュをメインに使っています。軽い汚れであればウェットティッシュで拭くだけで十分きれいになります。テーブルや棚などちょっとした汚れに気づいた時にすぐ拭けるため、掃除のハードルがとにかく下がりました。普段使っているのはシルコットのウェットティッシュです。ノンアルコールタイプを選んでいるので、子供の手を拭いた後にそのまま食べこぼしを拭き取ったりと使い勝手もよく手放せない商品です。次は洗剤はワンアクションで使えるようにするです。今まで洗濯洗剤はキャップで量を測り、ハンドソープはポンプを押し、食器用洗剤はボトルを逆さにして出すことが当たり前だと思っていました。でも今は便利なアイテムを取り入れることでその小さな動作を減らすことができます。食器用洗剤はこれまで液体を使ってきましたが、最近はタブレット型に変えました。洗濯洗剤はワンプッシュで計量できるボトルを使用することでキャップで測る手間をなくしています。ハンドソープや食器用洗剤はオートディスペンサーにしてかざすだけで適量が出るようにしました。この大したことないんだけれども日常の中で回数が多いちょっとしたひと手間を削ること、塵も積もれば楽になるです。次はよく使うものは収納をシンプルにするです。収納は整って見えることも大切ですが、それ以上に私たちが大切にしているのは使いやすさです。マトリョーシカのように箱の中に箱が続く収納は目的のものにたどり着くまでに時間がかかります。使用頻度が低いものなら問題ありませんが、よく使うものの場合、出すときは開ける、戻すときは閉める、閉める。この工程が増えれば増えるほどちりつもで負担になります。また重ねる収納や何かを取ると隣のものが倒れてくるような不安定な収納だと都度整え直す必要があり、小さなストレスにもつながります。そのため冷蔵庫のチューブなどは仕切りを使って立てて収納したりして、取り出しやすさと戻しやすさを意識するようにしました。家中すべての収納をシンプルにするのは難しいですが、よく使うものほど一つの動作で完結する収納にすると手間をぐっと減らすことができます。次は日用品はすぐ使える状態でしまうです。使うその瞬間にラベルや外包を剥がす、ゴミを捨てる、この一手間が意外と面倒でした。特に急いでいる時ほどこうした作業に足を止められると焦りやイライラにつながり、気持ちまで削られてしまうことがあります。
そのため私はその作業を使う前に終わらせておくようにしました。どうせどこかのタイミングで剥がすことになるので、やること自体は変わりません。それなら余裕のある時に済ませておいた方が楽だと感じています。歯磨き粉やトイレットペーパー、日焼け止めなどのストック品も外包を剥がしてから収納しています。こうしておくとそのまま使えるだけでなく、小スペースで収納できることも多いので一石二鳥です。次はその場から動かなくていい仕組みを作ることです。収納はカテゴリーごとにまとめるものだと思い込んでいた時期があります。当時はタオルや肌着もすべてクローゼットに収納していたのですが、肌着を忘れてお風呂上がりに慌てて取りに行くことが何度もありました。そこで今はパジャマ、肌着、タオルをすべて洗面所に置くようにしています。お風呂で使うものを洗面所にまとめたことで準備はいらず、手ぶらでお風呂へ行けるようになりました。洗濯乾燥が終わった後もその場で収納できるようになったため、クローゼットを経由する必要がなくなり、家事がかなり楽になりました。子供のものも同じです。リビングの一角に必要なものをまとめることで、おむつ替えも外出前の身支度もお風呂上がりのスキンケアや着替えもここから動かずに済むようになりました。ストックも以前は玄関近くの収納棚にまとめていましたが、今はハイターや洗濯洗剤、ボディーソープなどは洗面所下の収納に移しています。衣類はクローゼット、ストック類は玄関のようにカテゴリーごとに揃えて収納したくなる性分でしたが、実際に楽だったのは使う場所に置くことでした。次は家中のゴミ回収ツアーをなくすです。我が家では各部屋に置いていた小さなゴミ箱はやめて、キッチンの大きなゴミ箱一つにまとめています。そうすることで家中を回ってゴミを集める回収作業がなくなりました。ゴミ箱を掃除したり袋を交換したりする回数もその分減ります。いちいちキッチンまで捨てに行くのが面倒ではと思われることもあります。確かにそうなんです。しかし各部屋にゴミ箱があると可燃不燃が混ざったり、ゴミ箱ごとに袋を変えたり掃除をしたりと管理の手間が増えてしまいます。ゴミ箱を一つにするというのは家事の総量を減らすためにあえて小さな移動を受け入れるという考え方です。我が家はそれほど広くないので、キッチンまでの移動も大きな負担にはなりません。慣れてしまうとゴミをキッチンに持っていくこと自体ほとんどストレスを感じなくなりました。私たちにとってはゴミ箱をいくつも管理するよりも一箇所にまとめてしまう方が楽だと感じています。次はダストワゴンで袋交換を一瞬で終わらせるです。以前は蓋付きのゴミ箱を使っていましたが、袋交換のたびに蓋や内側のケースを外したり掃除をする必要があり、だんだん面倒に感じるようになりました。そのため今はこちらのダストワゴンを使っています。このタイプはゴミ袋を外して新しい袋をかけるだけなので交換がとても楽になりました。蓋がないと匂いが気になるのではと思われると思います。個人的な感想ですが、ゴミを密閉してしまうタイプの方が蓋を開けるたびに息を止めたくなる匂いがぷわっと広がることがありました。今は顔を近づけない限りあまり気になりません。ちなみにゴミ袋はそのままかけるとたるんでしまうので、持ち手の長さに合わせてこのように引っ掛けると袋が張り、ゴミも入れやすくなるのでおすすめです。
次は子供のものはポイポイ収納にすることです。最初は洋服などもきちんと畳んで収納していましたが、子供服ってなかなか畳みにくい。頑張ってきれいに揃えても自分で洋服を選ぶときにぐちゃぐちゃになったり、ボックスをひっくり返されたりすることも多々あります。いっそのことポイポイ放り込むスタイルにしたことで気持ちもぐっと楽になりました。おもちゃも細かいカテゴリー分けはせず、箱やカゴにポイポイ入れるだけです。そもそも2歳児にはまだカテゴリーという概念は少し難しいもの。私が細かく分類して収納してもすぐにいろいろなおもちゃが混ざって散らばってしまいます。なのでお片付けの時はとりあえず箱に収まっていればよしとしています。子供のものはきれいに保つことを頑張るより、崩れる前提で仕組みを作る方がずっと楽でした。次はお風呂場のおもちゃは戦闘スタイルです。子供はおもちゃをお風呂に持ち込みたくなるものだし、大人はおもちゃを持ち込ませてでもささっとお風呂に入ってほしいものです。でもお風呂場にそのまま置きっぱなしにしたら水垢やカビの温床となって後々大変なことになります。汚れないように掃除をしておけばいい話ですが、子供のおもちゃはなかなか掃除がしにくいものが多い。結局管理がおざなりになってお風呂場が汚れていくのが想像にたやすいです。そのため我が家は戦闘スタイルにしました。持って入れるのは子供が自分で運べる分だけ。そして子供ごと一緒におもちゃもささっと拭くところまでがセット。こうすることでお風呂におもちゃを持ち込むのはいいが、管理どうしよう問題が解消されました。最後はオンラインショップ活用で大きな荷物を運ばないです。ペットシーツやおむつなど日用品の中には大きくてかさばるものが多くあります。これらを買い物のたびにはあはあ言いながら運んでいました。しかも日用品なので使い切るのも早く、何度も運送する必要が出てきます。そのためこうしたかさばる日用品はオンラインショップでまとめて購入するようにしています。私はカインズのプライベートブランド商品をよく利用しています。ペットシーツやおむつの他にもキッチンペーパー、ドッグフード、お尻拭きなど日常的に使えるものをまとめて購入しています。5000円以上で送料無料になるため、おむつやペットシートをカートに入れると少し日用品を足すだけで自然と条件を満たすことができます。重くて大きな荷物を自分で運ばなくてよくなり、買い物の負担がかなり軽くなりました。はい、以上が家事を楽にするためにやっていること20選でした。今回は物を減らすだけでなく、家事そのものを楽にする仕組みをいくつかご紹介しました。家事は家に住んでいる限りはゼロにはできないものです。なくすことができないなら、なるべく楽してできるように今後も試行錯誤していきたいと思います。この中に一つでもこれならできそうと思うものがあれば嬉しいです。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。オフにしてた最後におまけですが、最近家事がすごく楽になったことがもう一つあります。こちら我が家のアイドル犬ミシェルです。ミシェルは昔おしっこトレイの上で排泄している時に後ろ足を踏み外してしまったことがあって、それがトラウマになったのかトレイに乗るのを怖がるようになってしまいました。それ以来ビニールシートの上におしっこシートを敷くスタイルで過ごしているのですが、なぜか毎回床とシートの境目ピンポイントで狙うんです。その結果シートの裏におしっこが流れ込んでしまって、掃除が毎回なかなか大変でした。そんな中、先日カインズで両面使えるおしっこシートを見つけて試してみたところ、裏面も全部吸い取ってくれるので、これが本当に楽で最近の我が家の家事楽ランキング1位かもしれません。お値段は普通のシートの倍くらいしますが、一度この快適さを知ると戻れません。需要はあまりないかもしれませんが、もし同じように困っている方がいたら参考になれば嬉しいです。それではまた。